どうもきみまろです。今日は7月から8月に買ってよかったものを紹介します。今まで不定期で公開していたこちらの買ってよかったシリーズなんですけども、今回からは2ヶ月ごとにお届けしようかなと思っております。そんなわけで今回は7月から8月までに買ってよかったものを10点紹介いたします。今回もいろんなジャンルのものが揃いましたので、よかったらご覧ください。早速いってみます。ではまず1つ目はこちらです。ヤマゼンのサーキュレーターですね。まずはこちらからご紹介します。今年は梅雨明けと同時に異常な暑さになったと思うんですけども、クーラーをかけても冷気がたまる足元だけ冷えて、なかなか部屋全体が冷えなかったので、このサーキュレーターを導入いたしました。部屋の中でクーラーをかけてもクーラーの冷気って下の方にどうしても溜まってしまうので、部屋の上の方はまだ暖かい空気がそのまま残ってしまっているので、それで部屋の中がなかなか涼しくならないんですけども、こういったサーキュレーターがあることによって部屋の空気を循環させて、足元の冷たい空気を部屋中に拡散してくれるので、そのためにこちらを購入しました。これを使うことによっても部屋の中が本当に涼しくなりましたので、もうこれがあるのとないのだと全然違いますね。このサーキュレーターは、スイッチがここについていて、これ今風速1にしてるんですけど、ここを押すことによって風速を5段階に変更させることができます。風速1でもそよ風のようにちゃんと風は送られるんですけども、音がすごい静かなんですよね。風速はこのように5段階変えられて、それでここにあるボタンを押すと首振り、左右は80度首振りしてくれます。でさらにここのボタンを押すと上下にも90度首振りしてくれます。でさらに温度センサーがついているので、部屋がこちらに設定した温度になったら自動的に電源をオンにしてくれたりオフにしてくれたりします。もちろんタイマーによる電源オンオフもできます。あとこういった小さなリモコンもついているので、遠くからも操作することができます。サーキュレーターを購入する時に無印良品のサーキュレーターとすごい迷ったんですけど、これも形も結構似てると思うんですけど、これぐらいのサイズのサーキュレーターって考えた時におそらく無印良品は候補に上がってくると思うんですけども、無印のサーキュレーターはリモコンがついてないんですよね。このヤマゼンのサーキュレーターはリモコン付きだったので、こちらを選んだ理由っていうのもそこだったりもします。あとモーターが DC モーターというものなので、駆動音がものすごい静かです。これが今風量1で、これが風量2、これが風量3、これが風量4、これが風量5です。風量5になるとそれなりの大きな音になってくるんですけど、風量1であったり風量2、この辺りだともうかなり静かですね。3になってくると少しだけ音が出てくるかなって感じですね。こういった感じでかなり静音設計になっているので、夜寝る時とかも回しておいても耳障りという感じではないですね。クーラーの冷気を部屋の中中に拡散させるためにこれを購入しましたけど、そのおかげで本当に部屋が涼しくなりました。あともう今の時期は部屋の換気をすることもすごい大事だと思うので、窓を開けてこれを使って部屋の中に溜まった空気を屋外に送り出したりすることもできるので、そういう使い方にもこちらは適してますね。はい、そういうわけで7月から8月に買ってよかったもの1つ目はこちらのヤマゼンのサーキュレーターでした。はい、続いて買ってよかったもの2つ目ですが、2つ目もクーラー関連なんですよね。こちらアースのエアコン洗浄スプレーネクストプラスというものです。これはその名の通りエアコンの洗浄スプレーなんですが、去年と今年エアコンを洗浄せずに使っていたんですよね。そうしたらもうクーラーの効きが本当に悪くなってきてしまっていて、部屋の中で熱中症になってしまうんじゃないかなってぐらいに全然冷房が効かなくて、それでこのクリーナーを使って洗浄したところ、もう全然クーラーの効き方が変わりました。同じ設定温度で室温が洗浄前より洗浄した後の方がマイナス2度ぐらい下がりました。やっぱりエアコンの洗浄って大事なんですねっていうのを実感しました。使い方も簡単で、エアコンの電源を抜いて、でフィルターを外してフィンに直接こういう風にフィンに沿って吹きかけてあげれば、もうそれだけで完了です。で10分もすれば汚れは排水管から外に流れ出るので、部屋の中を汚すこともないですし、あと液だれもしにくいので、よくエアコン掃除する時にエアコンの下にビニールを貼ったりとか、下に何か引いたりとかしなきゃいけないと思うんですけど、特にそういうことをしなくてもエアコンの下に雫が垂れてきたりってこともなかったので、本当すごい簡単でした。知ってる人は普通に使ってる商品なのかもしれないんですけど、僕エアコン掃除とか手の届かないところに関しては割とズボラだったりしていて、去年今年とずっと掃除してなかったんですけど、本当これを吹きかけるだけで劇的に変わったので、もしお部屋の中でエアコンの効きが良くないなって思ってる方いたら、ちょっと試してみてもいいんじゃないかなと思います。そういうわけで2つ目もクーラー関連でしたけども、エアコン洗浄スプレーでございました。はい、続いて買ってよかったもの3つ
つ目はこちらです。ペット用の冷却タオルです。これはこたつ用の冷却タオルですね。こんな暑さなので日中ワンちゃんの散歩がねできないっていう飼い主さんも多いかと思うんですけども、フレンチブルドッグのようにねこれ鼻先が短い犬種は呼吸で体内の熱をね外に逃がしにくいので、夏の日中の散歩とかっていうのはねまずできないんですよね。もうほんと危険なんですよ。なので日が落ちてから軽く散歩に行くぐらいしか最近はできないんですけども、日が落ちてからでもやっぱり暑さは残ってるので、この冷却タオルを首に巻いて散歩に行きます。これは使い方は普通の水にこれを浸してで軽く絞ってあげる。もうこれだけで、これがなんか特殊な繊維らしくて、この繊維に水が染み渡るとこれ自体が冷たくなります。散歩している時も少しの間であればこのね冷たさを持続してくれるので、これをねこたつの首に巻いて散歩させてあげてます。サイズも3サイズぐらいあるのかな。でこれは L サイズだったかななんですけども、こんな感じでこんな感じで首周りにね冷たいタオルが巻けるので、これを巻いて散歩行った時と巻かない時だとやっぱりね鼻息の粗さもだいぶ違うんですよね。巻いてる時の方が鼻息がおとなしいので、ちょっとはね楽になってるんじゃないかなと思います。ワンちゃん日中の散歩は難しいかもしれないんですけど、日が落ちてからでも安全に散歩させたい方はよかったらチェックしてみてください。はい、そういったわけで買ってよかったもの3つ目はこちらのペット用冷却タオルでした。で買ってよかったもの4つ目はこれです。ヒバの元帥です。急に渋いのが出てきたかなって感じなんですけども、これはですね青森ヒバという針葉樹があると思うんですけど、樹木の蒸留水ですね。これにはヒノキチオールっていうのが含まれているらしくて、で防虫防カビ除菌抗菌効果とかね、そういうのがあります。あとこういったペットの消臭とか防臭とかそういうのにもね使えるし、樹木の蒸留水なので人の肌とかにも使えます。赤ちゃんとかご老人とかにも使えるっていう風に書いてましたね。楽天ルームで結構これを勧めてる方がいたので興味を持ってね購入してみました。あとこれ入浴用としても使えて、200リットルの浴槽に約200ミリリットルぐらい入れてあげて肌にもいいということなんですけども、何よりこれのねヒノキチオールの香りがすごい良くて、自宅のお風呂なんですけどもヒノキ風呂に入ってるような気持ちに、ね、なります。室内の消臭とかそういうのにも使えるので、ファブリーズみたいなねああいった消臭剤の代わりにこれを吹きかけるっていう使い方も僕はしています。ソファーとかベッドとかにね定期的に吹きかけてます。ちょっとね見た目お酒が入ってるように見えるんですけど、こちらですね、ヒバの元帥。こちらが7月から8月に買ってよかったものの4つ目でございます。それでこのヒバの元帥を吹きかける時に使ってるのが次の買ってよかったものですね。こちらアイビルのエアリーミストスプレーです。こんな感じで一押しですごい細かいミストを長時間噴霧することができるスプレーです。今ねこのヒバの元帥をこの中に入れて吹きかけたんですけど、もうねこの瞬間部屋の中がヒノキの香りになりました。こんな感じで細かいミストが1回トリガーを握っただけで結構ね大量に長時間噴霧されるんですよね。ソファーとかベッドとかってどうしても夏だと汗をかくので、そのまま放っておくと匂いが気になったりすると思うので、なので汗がついてしまったなと思ったところにこれを吹きかけてあげて、で消臭とね除菌抗菌っていうのを保っていくという風にしています。これを1本購入してすごい気に入ったので、うちにはねもう1本あります。こちらには普通の水を入れていて、こういった観葉植物とかの葉水をあげる時にですねこれを使ってます。普通のスプレーで吹きかけてもいいんですけど、この細かなねミストなので葉全体にきれいに水がね行き渡るので、これをね気に入って使ってます。あと夏とかだとどうしてもね部屋の中でもちょっと顔が熱くなってきたりするんで、前エビアンのミストの紹介をしたんですけど、あんな感じでここに水を入れて顔にこんな感じで吹きかけたりするとねものすごい気持ちいいです。はい、そういったわけで買ってよかったもの5つ目はこちらアイビルのエアリーミストスプレーでした。はい、買ってよかったもの続いてはこちらです。ラビリンのアンダーアームクリームです。脇の下の消臭クリームですね。これは7月8月に確かに買ってよかったものなんですけど、実はリピート購入で一昨年ぐらいから使ってるんですが、このね消臭効果えぐいです。この時期は外に出て汗をかいたりするとどうしても脇とかが汗臭くなると思うんですが、この毛細血管がいっぱい詰まってるところ脇にこのクリームを塗ると一日中匂いが抑えられます。自分の体臭ってどれぐらいのものかって自分だと割と分かりにくいと思うんですけど、それでもねやっぱ汗をかいた時の匂いっていうのはさすがに分かると思
思うんですよね。でその匂いがねほんと全くしなくなりました。今までこういったものはね他にも試してみたんですけど、これがね消臭効果はダントツだと思ってます。自分の汗の匂いがどんなだったかっていうのを忘れてしまうぐらいに一日中匂いを抑えてくれます。もともとこれ雑誌で紹介されてるのを見て買ってみたんですけど、全然うさんくさい広告とかそういうのじゃなくて、消臭クリーム特集みたいなやつで比較されてる中の一つがこれだったんですけど、その中でも評価が良かったので試してみたんですけど、これあんまり話題になってない商品だと思うんですよね。でもね個人的には本当一押しの消臭クリームです。興味ある方はよかったら使ってみてください。買ってよかったもの、こちらはラビリンのアンダーアームクリームでございました。はい、続いて買ってよかったもの7つ目はこちらです。バウルーのホットサンドメーカーですね。この前のキッチンツアーでも実演して紹介しましたが、このホットサンドが美味しく焼けるやつです。これはこういう風にダブルタイプというもので、こういう風に真ん中に溝があるんですけども、これがあることによってホットサンドの一番美味しい部分ともいえるカリカリの部分、あれがですね真ん中にも作ることができるんですよね。で熱伝導も非常に良くて、表面がね均等にサクサク焼き上がります。この前のキッチンツアーで焼き上がりとかも紹介してるので、よかったらご覧いただければと思います。もともとねキャンプとかで使うアイテムらしいんですけど、僕はね家のコンロでよくツナメルトとか、あとはねチョコレートを挟んでホットチョコパンとかをね作って食べたりしています。はい、こちらもね買ってよかったキッチンアイテムですね。はい、買ってよかったものは8つ目はこれです。いつも読めないんだけど、インスージージャオヤンフェン、合ってるかな、インスージージャオヤンフェン、これは台湾の塩コショウスパイスですね。台湾の夜市のフライドチキンとか揚げ物とかに振りかけられているスパイスです。こんな感じで茶色い細かい粉末なんですけども、塩コショウとか、あとは台湾っぽいね八角とか、そういったものが入っているスパイスです。僕台湾料理大好きなんですけども、屋台で食べる揚げ物がすごい好きなんですよ。であれの味をほぼ決めているのがこちらのスパイスですね。で家でも唐揚げとかポテトフライを作って、それでこれを振りかけたらね、もうねそれだけで台湾屋台の味になります。台湾の旅行に行ったら僕は必ずお土産に買ってきていたんですけども、もううちのストックも切れてしまって、しかもねしばらく台湾にちょっと行けそうもないので、 Amazon でねこちらを購入いたしました。 Amazon で売ってました。このスパイスね本当に美味しいので、まだ試したことない人にはぜひ試していただきたいです。ただ八角とか少しね癖があるスパイスも入っていたりするので、八角がダメな方にはちょっとね難しいかもしれないんですけど、でも大丈夫な方にはすごいおすすめしたいスパイスです。よかったらね Amazon で買えますので、イエンスージージャオヤンフェンですね。一応購入リンクも貼ってますので、よかったらそこから辿って購入してみてください。はい、買ってよかったもの8つ目はこちらのイエンスージージャオヤンフェンという台湾スパイスでした。で買ってよかったもの9個目はこちらです。エルガトのカムリンク 4K ですね。このガジェットは何かというと、一眼カメラの映像をパソコンに取り込むことができるビデオキャプチャーというものですね。この時期 Zoom を使ったウェブ会議とか、あとは Zoom 飲み会とかっていうのがねまだまだ続きそうだと思うんですけど、 Zoom のカメラを一眼カメラの映像に変えられるというのがこちらのアイテムです。 Zoom ミーティングとかするときにノートパソコンのカメラとかウェブカメラだとどうしてもね画質がそんなに良くないと思うんですよね。せっかく一眼カメラを持っていて、その画質で Zoom 会議ができたらいいなと思っていて、で僕もいろいろね探していたんですけど、これがねコンパクトで、しかもね価格も比較的安くて、本当にカメラとパソコンをこれでつなぐだけで Zoom のカメラを一眼カメラの映像に変えられるのでね、こちらを選んで購入してみました。で接続も簡単で、こういう風にカメラってだいたい HDMI のこれはミニ端子ですけど、こういったものがついてると思うんですよね。ここにこの HDMI のミニ端子、これをここに挿しまして、それでこっちの大きい方の HDMI 端子をこのカムリンクのここですね、ここに挿します。それでこちら側が USB-A の端子になってるので、これをちょっと今日は Windows パソコンでやりますけど、でこれをここの USB-A の端子ここに挿します。接続はもうこれだけ。あとは OBS という無料の配信アプリを経由させることで、こちらの一眼カメラの映像を使って Zoom 会議とか Zoom 飲み会ができてしまいます。今このようにここに HDMI ケーブルを挿して、それでここにエルカトのカムリンクを挿しまして、それでこれが無料の OBS というアプリなんですけど、簡単な設定をすることで、このように今ねまさにここで撮影しているこの映像がここに映し出されています。でこの OBS っていうのは一眼カメラで映している映像をパソコンに取り込んで、それをクロップってこの切り取りをしたりとか、そういう設定をするアプリなんですけど、でこれを設定した状態で
もうこれ今 Zoom の画面なんですけど、ここのパソコンについてるウェブカメラの映像が映ってるんですけど、このビデオのところで OBS というのを選んであげると、先ほどのねこの一眼カメラで撮影しているこの映像が Zoom の映像として使うことができます。こんな感じでこれをね挿すだけで一眼カメラの映像を Zoom で設定することができるっていうね素敵なアイテムです。もちろんこれは Zoom だけじゃなくて YouTube ライブの配信とか、あとねゲームの画面の取り込みとかもできます。近々これで初めてのね YouTube ライブをやってみようかなとも思ってるんですけど、みんな見に来てくれますかね。近々 YouTube ライブやるかもしれないので、よかったらね皆さんご覧いただければと思います。はい、そういったわけで買ってよかったもの9個目はこちらのエルカトのカムリンク 4K でした。はい、そういったわけで買ってよかったもの最後の一つはこちらです。岡村のオフィスチェアコンテッサセコンダです。7月から8月買ってよかったものの中で一番良かったのはやっぱりこれじゃないかなと思います。この前レビュー動画も出しましたが、こちらのオフィスチェア本当にいいですね。詳しくはそのレビュー動画の方で魅力だったりどこがいいのかっていうのをね語らせていただいてるんですけども、これのおかげでリモートワークも YouTube の動画編集もすごいね快適になりました。はい、そういったわけで7月から8月に買ってよかったもの最後の一つは岡村のコンテッサセコンダでした。はい、以上ですね。今日は7月から8月に買ってよかったものの全部で10点紹介しました。紹介したアイテムは概要欄にリンクも貼ってますので、気になる方はよかったらチェックしてみてください。また紹介した商品の中で気になることとかわからないことがあればぜひねコメントで質問してみてください。この買ってよかったものシリーズは今まではね不定期でやってましたけども、これからはこのように2ヶ月ごとにやっていこうと思ってますので、よろしければチャンネル登録をしてまたご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。またもしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。